たずと巴。どうする家康に学ぶ日本史。壮絶な最後を迎えた瀬名の身内。徳川家康が今川方から織田方に寝返ったことで多くの者が苦境に追い込まれたが、瀬名の幼なじみおたずと母親の巴も被害者であった。おたずと巴のその後を詳しく見ていこう。おたずは今川氏の重臣で上野郷城主宇土の長持の娘で、同じく今川重臣で宿間後の浜松城主の伊能連達の皇室となった。後に家康が桶狭間の戦いで兵糧を運び入れた大高城の城主宇土の長照はおたずの兄であった。おたずは徳川家康の正室瀬名後の築山殿とは幼なじみで、二人は結婚後も駿府で仲良く過ごした。一方の瀬名の母親巴は今川氏親の次女で今川義元の妹であった。巴は今川氏の重臣で遠江の国用宗城主の関口氏純に嫁いで瀬名を産んでいる。瀬名の母親巴は一説には今川義元の側室であったとも伝えられ、瀬名を宿したまま関口氏純の妻となったとも言われている。万一それが事実だとすれば、瀬名築山殿は今川義元の娘ということになる。もしもそれが事実であれば、後に徳川家康が築山殿を殺害するのは織田信長にはばかって義元の血を引く築山殿と信康を死に追い込んだ可能性も浮上するのである。それはともかく瀬名と徳川家康は義元の取りなしで1556年頃に結婚している。ところが1560年永禄3年、今川義元が桶狭間で織田信長に討たれたことにより、おたずと巴の運命が大きく狂い出すのである。家康は信長と手を結んだために、瀬名と長男信康、長女の亀姫は後を継いだ今川氏真の人質となった。1562年永禄5年、徳川家康は今川氏真のいとこでおたずの兄宇土の長照の上野郷城を攻撃する。そして宇土の長照を討ち取り、長照の子息氏長と氏次を捕らえた家康は人質交換によって瀬名たちを取り戻すことに成功する。ところが家康の行動に激怒した氏真によって瀬名の父関口氏純と母巴は切り殺され、壮絶な最後を迎えるのである。常軌をした行動が続く氏真の姿を見て、今川氏から離反することを決意したおたずの夫伊能連達は家康と連絡を取って引間城に立てこもった。連達は家康に応援を求めたようだが、三河一向一揆が勃発したため家康は応援に駆けつけることができなかったようである。そのため伊能連達は今川軍に敗れて降伏したとされている。氏真が連達を赦免したため、連達は駿府に赴いたが、連達は氏真に殺害されたとも切腹させられたとも言われている。連達を失ったおたずは城主なき引間城に立てこもると、女城主として
勇敢に戦ったという。お田津は駿府の今川氏真に家臣の江間明の守を遣わし、今川家に対して別心のないことを訴えた。しかし今川氏との和睦が不調に終わると、次には家康に手紙を送って和睦を求めたとも言われている。お田津は椿姫とも言われ、この後さまざまな軍記物にも登場して伝説の女城主として現在までさまざまに語り継がれてきた。伝説としてのお田津はある軍記物ではその後今川氏真に攻められて引間城とともに最後を迎えたと伝えられている。また他の軍記物ではお田津は女城主として今川軍は打ち破ったが、兄宇土の長照の敵である徳川家康と戦った。しかし数に勝る家康の軍勢に攻められてお田津は華々しい最後を迎えたとも伝えられている。伝えているのが軍記物であるため、どこまでが事実なのかは不明である。だが後には瀬名、築山殿も犠牲者となっており、多くの女性たちが戦乱に巻き込まれ犠牲になったことだけは事実である。